高市早苗内閣の人気は下り坂。支持率 57% に急落。自己中解散に広がる不満。今回のテーマは、高市早苗内閣の支持率が急落したという話です。70% 超えの盤石みたいな空気があったのに、ここへ来て数字がガクッと動いた。そしてその背景にあるのが、1月23日の衆議院解散、いわゆる自己中解散批判です。支持率が急落、解散の評価、選挙は空気と票が別。1、支持率 67%、57%、不支持 22%。まず数字から、毎日新聞の全国世論調査、1月24日から25日実施で、内閣支持率は前回の 67% から 57% へ10ポイント下落。不支持率も 22% から 29% へ7ポイント上昇。ポイントは高水準のままちょっと下がったじゃなく、発足後初の目に見える落ち方になっていること。支持率67、57、マイナス10。不支持率22、29、プラス7。毎日新聞全国世論調査、1月24から25日、結果として報道引用されている内容です。2、解散は真を問うか、自己中解散か。次になぜこのタイミングで支持率が動いたのか。焦点は通常国会が始まった直後の1月23日に衆院解散を切ったこと。首相側の理屈は、枠組みが変わったので国民に問いかける。一方で世論側の見え方はかなり冷ややかです。出ている不満をざっとまとめるとこんな感じ。物価高や円安の最中にまず選挙なの？予算や政策より政権の都合が先に見える。公明と距離ができた次は維新も切る布石では。もし結果が現状維持なら結局何のための解散なの？ここで聞いてくるのが政治のイメージ問題。大義が弱いと見られると支持率は崩れ方が早い。真を問うvs自己中解散。不満、物価高、円安、予算より選挙、連立の思惑。3、支持率ノットイコール得票、人気が票にならない条件。大事なのがここ。支持率が高いイコール選挙で勝つとは限らない。特に支持が若年層寄りの時は、投票率が伸びないと数字が票に変換されない。つまり、支持率 57% という数字はまだ強いけど、同時に勝ちの空気から賭けに変わり始める境界線でもあるんです。支持率、ノットイコール得票率、支持層が投票に行くか問題。4、冷静に見ると現状維持リスク、税金停滞空白。さらに冷静に見ると、解散総選挙はコストが高い。ここで言うコストは金だけじゃない。選挙の執行コスト、国や自治体の事務人件費、政策の停滞、数週間から数ヶ月の空白、国会審議の遅れ、予算編成への影響、そして何より、もし結果がほぼ現状維持なら、世論の評価はこうなりがちです。結局やる必要あった？解散は勝てば正義になりやすい一方で、勝ち方が中途半端だと無駄打ち評価が残りやすい。現状維持だと何のためが残る。まとめます。今回のポイントは4つ。支持率が67、57、マイナス10、不支持も上昇プラス7。1月23日の解散が真を問うより自己中に見える層が増えた。支持率は空気、選挙は現実、支持が票になるとは限らない。現状維持なら解散のコストだけが目立つリスク。この先は投票率、特に若年層と連立の設計図誰とどう組むのか、ここが勝負どころになります。続いて固い話を落語にします。リラックスしてお楽しみください。いつまでも人気者ではいられなかった高市早苗。本日も一席。世の中が騒がしい。何しろ国会が解散でございます。長屋の引っ越しじゃありません。議席の大移動、椅子取りゲームでございます。大変だと、高市内閣の支持率が急落です。またか。今度は自己中解散って呼ばれて国民の反発を買ってるな。でも師匠、総理って人気者なんでしょ？与太郎初女性総理のご祝儀相場だった人気はそうそう続くもんじゃねえ。ご祝儀って金が動いたんですか？物騒な話をするんじゃない。
支持率が前より10ポイント落ちて 57% だ。だが投票所に来なきゃゼロだ。若者に支持されてるけど、そもそも選挙に行かないですよね。若者に必死に呼びかけてるけどな。どうなるかわからねえ。じゃあ僕投票所へ行くわす。いいことだ。そうなりゃ少しは変わるかもな。師匠、でもこの解散意味あるんですか？冷静に見りゃな。結果として現状維持なら単なる税金の無駄だ。じゃあ何のための解散なんです？賭けだな。当たれば政権延命、あわよくば拡大、自民単独与党の実現、外れりゃ自己中の看板だけ残る。師匠、政治ってギャンブルみたいですね。違う。ギャンブルは自分の金だが、政治は人の税金でやる高級賭博だ。だからな、最後にこれだけ覚えとけ。はい。支持率は空気、票は現実だ。なるほど。じゃあ空気読んで投票所に行きます。話を聞いてんのかわからんが、まあそういう考えもある。ただし、名前だけで選ぶなよ。はい、顔で選びます。選挙に行ってもそれか。師匠として面目ない。お後がよろしいようで。